While there is still no word on a cure for the virus, government officials report the virus is not airborne, but can be transferred through contact with blood and other bodily fluids. The virus seems to be making people uncontrollably violent, and also somehow seems to be reanimating the dead. When asked, a White House spokesman declined to comment on whether or not this was a皆様いつもチャンネルをご覧くださり誠にありがとうございます。ニュースですでにご覧になった方はご存知かとは思いますが、一昨年ここテキサスでは大規模なバイオテロが発生し、街中にはゾンビ化した人々がさまよっています。これまで8回にわたってお送りしてきました私のチャンネルはいわば今日のこの動画につなげるための序章のようなものでした。Baby a bit too close。私たちハイドグラフィー家ではこのゾンビアポカリプスに備えるために4年間にわたって訓練および準備をしてきました。今回から始まるアポカリプスシリーズではサバイバル、キャンプ、護身術等々混迷を極める世界における必要なアイテム、身につけるべき技術や情報について各週3週間に1回ぐらいでご紹介していきます。今回は第1回目ということでゾンビが蔓延する世界において準備するべきアイテム5点を厳選してお伝えしたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。ゾンビアポカリプスにおいて持ち歩くべきアイテムその1、ライフストロー。人間はですね食料を取らずとも数週間から約1ヶ月間は生きられると言われています。それはですね人間はですね体内にですねグリコーゲンというエネルギー源が蓄積されていて、空腹になるとそのグリコーゲンからエネルギーを使っていって、その次にですね脂肪、それから筋肉がエネルギー源として変わっていきます。ですので、空腹で何も食べなくとも、数週間1ヶ月は生きられると言われます。ただですね、水はですね、栄養の吸収だとか体温調整、それから代謝とか老廃物の排泄とかさまざまな重要な役割を果たすため水を摂取しない場合は約 2,3 日で死に至ると言われます。しかしですねこの現在のゾンビアポカリプスの世の中ではきれいな清潔な水を手に入れるということはほぼ不可能です。そこで今回紹介するのはこのライフストローですね。これはですね実は東日本大震災でもとても有名になったアイテムの一つで、これ自体がストローでさらに中にフィルターがついていてですね、このまま直接ストローとして汚い水をこちらから飲むことができます。これ1本でですね約1000リットルの水を浄化することができて、これ使い捨てなので1000リットル分ぐらい使ったらもう捨てなきゃいけないんですけども、1000リットルってどれくらいかっていうと人間が1年間に飲む水の量が約1000リットルなので1年間丸々これで水を飲んで暮らすことができます。バクテリアとかね大腸菌とか、寄生虫とか 99.9% これで除去できるのでいつでもクリーンな水が手に入ります。今回ですね実はですね近所にすごい汚い川があるのでそこに行ってみて実際にこのストローを使って飲んでみて本当に美味しく水が飲めるのかテストしたいと思います。ということで今回このライフストローをテストしてみたいということで近所にある汚い川に来てみました。もうねゾンビがこう徘徊してたんでねかなり川が汚染されていますが、この水を実際に飲んでみて本当にこれが効果を発揮するのか試してみたいと思います。それではこのカップにまず水を入れます。汚いですね。うわもういろんなもの浮いてますよ。
もう大腸菌雑菌、もうゾンビのなんか破片いっぱい入ってます。このストローで実際に飲んでどんな感じか。匂います。くさっ。まずこのストロー、両端にキャップがついてます。こちら側とこちら側ですね。でこっち側が、吸う方で、こっちから水をフィルターしていきます。じゃあ実際飲んでみます。という感じでね、すごく美味しく、こんな汚い水でもすごく美味しく飲めますので、ぜひこれご家庭に一つ用意しておいてください。Amazon で2個$34で買えます。ライフストロー、ぜひ常備してください。ゾンビアポカリプス時に持ち歩くアイテムその2、水の次に大切なのはそう火ですね。火はですね、体温調整をする役割も果たしますし、それからですね、生肉とか野菜とか、そのまま食べると病原体にかかるリスクもあるんですけども、火を通すことで、それから防ぐこともできます。他にもですね、火っていうのは照明器具としても使うことができるため、暗闇時に移動する時にも、ゾンビを、早急に発見することができます。最も重要なのが、火というのは、心理的な安定をもたらすというふうに言われています。そこで今回ご紹介したいのはこちら、ファイヤースターターです。この棒はですね、ロッドといって、マグネシウムでできています。でそれにですね、このストライカーといってこの鉄でできたこれをこすり合わせることで火の粉が作ることができます。その火の粉を素早くですね、枯葉などに移して火を起こすことができます。これ一つでですね2万回ぐらい使用できます。じゃあ実際にですねこれで火を起こしてみたいと思います。ご覧になっていただいた通り簡単に火をつけることができました。これ Amazon で$16で販売中です。ゾンビアポカリプス時に持ち歩くべきアイテムその3、ゾンビと遭遇した場合にですね、私も何度かありますが、逃げ道がない場合はあなたは戦わなければいけません。その際にですね、どんな武器を使用するかが大切になってきます。まず一つよく皆さんがあるのがこの銃ですね。銃違います。ではこちら弓矢はどうでしょう。違いますね。銃の最大の欠点はですね、その音にあります。この音でですね他のゾンビを誘発してしまい、よりあなたを窮地に追い込むこともありえます。また弓はですね、音の面では心配ないんですけども、非常に大きいということと、それからですね命中させるのが非常に難しいということです。ゾンビはですね脳を狙って撃たないと、止めることができません。ですので、この脳のスポットに対して、弓を、うまく当てるということを、可能にするにはかなりの訓練が必要となります。ご紹介したアイテムはこちら、バールです。はい、バール。こちらですね、まずですね、非常に持ち歩きに便利ということと、どこでも手に入ります。それが一番大きな特徴です。でバールというのは結構、しっかりした重みがあるので、これを使って、ヒットすれば、かなりの破壊力がありますし、またですねこうちょっと先端尖っているので、突き刺すなんてことも可能になります。でこれ非常に便利でですね、他にですね、街を、探索している時に、ドアをこじ開けたりしなければいけないパターンなんかもあると思うんですけども、ここが鍵状になっているためここを使ってドアをこじ開けるなんていうこともできます。
非常に便利なツールの一つです。おお、そこそこ、かゆい。こちらホームデポで$24で販売中です。ゾンビアポカリプス時に持ち歩くべきアイテムその4、食料と武器が手に入るとですね、次に必要になってくるのはコミュニケーションです。そこで今回ご紹介したいのは、ウォーキートーキーですね。こちら日本語ではトランシーバーと言います。こちらですね、私が持っているこのトランシーバーはですね、ライセンスが必要なタイプのもので、これはですねかなり超長距離の通信が可能です。例えば隣の州とかまた別の国に対してもこれで話すことができます。もちろんですねライセンスが必要ではないタイプのものでも十分に効果を発揮します。それでもですね建物がなければ、数百メートルのコミュニケーションが可能ですので、例えばですね2階にいる監視役が1階にいる人に対して状況を伝えるなんていう時にもこのウォーキートーキー、トランシーバーが役に立ちます。ぜひこういったウォーキートーキー1階に2台は常備するようにしてください。What, baby? Lunch is ready. I'm shooting you too. What's the menu? Curry rice. ちょっと失礼します。ゾンビアポカリプス時に持ち歩きたいアイテムその5です。こちらです。ライトです。我がハイドグラフィー家では、常に各種さまざまなライトを、常備しています。こちらはランタンの、ライト、ガスで、点滅させるタイプですね。こちらは据え置き型のライト、バッテリーによる充電が可能です。こちらはですね銃についているライトですね。このような感じです。こちらは持ち運び専用の、ライトです。こちらも同じくですね持ち運び専用なんですけども、こちらはですねダイヤルによって明るさを調整することができます。このような感じですね。それからですねこちらは妻専用の、YouTube ライトです。これは特に、ゾンビとは全く関係ありません。特にですねこちらのライトが、私はよく愛用しているんですけども、こちらオーライトというメーカーのシーカー3 Pro ですね。こちらのライトとても便利でですね、先ほど言ったようにこのダイヤルを使うことで、明るさを調整できるんですけども、いきなり明るくしたい場合はダブルクリックをすると最大の光力が出ます。でさらにこのライトのいいところは充電式なんですけども、この充電用のこのケーブルがですね見えるかな、これが磁石になってるんですね。だからこう近づけるとおっとこのような形でくっついて、で、USB で充電するタイプです。とても使いやすいです。でまたこれ明るさが4200ルーメンあるので、だいたいですね白熱電球の明るさと同じぐらい、かなり明るいですね。夜、照らすと、それぐらいの、パワーが出ます。こういった感じでした。さて皆さん、ゾンビアポカリプスに必要なアイテム5点いかがでしたでしょうか。冒頭にもお伝えしました通り、このアポカリプスシリーズではサバイバルとかキャンピングだけではなくて、女性の身を守るための護身術なども、お伝えしていきたいと思いますので、ぜひこれからも注目してください。他のシリーズとの合間合間にこのアポカリプスシリーズを入れていきたいと思います。それではゾンビはあなたの背後にいます。気をつけてください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた来週。ハイドグラフィーのヒデでした。